G アイドルがカムバックにかけた費用がやばい。ソヨンが明かした驚愕の予算にユギも仰天。ブラックピンクに続くアルバム成績すごい。しかしワイフの歌詞問題、ウギ、ミンニの体調不良でカムバスケジュールキャンセル。5人のステージは無事見られそうなのか。 G アイドルカムバックの現状について注目していきましょう。 G アイドルが1月29日セカンドフルアルバム2でカムバックしました。 G アイドルは2018年5月にキューブエンターテインメントからデビューしたガールズグループ。セルフプロデュースの K-POP グルといえばストレイキッズやセブンティーンがいますが、 G アイドルもガールズグループとしては珍しいセルフプロデュースアイドルで、作詞作曲振り付けまでもメンバーで手掛ける才能集結よジョドル。特にリーダーのソヨンが作詞作曲や編曲も手掛ける多彩ぶりで、 CLC に楽曲を提供したことから作曲ドルという異名を持つほどです。グループ名の由来は G アイドルの G はガール、愛は英語で私、韓国語で複数を意味するドルを組み合わせた造語で、個性ある私たちが集まったという意味が込められています。その名の通り多国籍なメンバーが集結しており、韓国出身のミヨン、ソヨン、タイ出身のミンニ、中国出身のウギ、台湾出身のシュフは2021年にメンバーのスジンが脱退し、約3年間6人組で活動してきた G アイドルは5人体制に。 G アイドルは終わったという冷たい声も注ぐ中、翌年から現在までにリリースしたトムボーイ、ヌード、クイーンカードが連続で爆発的ヒット。 G アイドルの存在感とソヨンのプロデューサーとしての腕を K-POP 界に見せつけました。この K-POP よじゃ戦争の中で絶対に見逃せない G アイドル。近頃人気グループたちがアルバムの売り上げが全作割れを出しており、 K-POP インフラは終わったとも言われていた中、 G アイドルがその説を破壊。今回のセカンドフルアルバム2の予約注文枚数が180万枚を記録。 G アイドルのカムバックは昨年5月ぶりで、前作の「I Feel」の予約枚数110万枚を大幅に上回って自己最高記録を更新しました。これは K-POP ガールズグループの歴代ランキングでエスパに並んで2位にランクインする記録で、1位はブラックピンクの200万枚、2位が G アイドルとエスパの180万枚です。アルバムが発売されると初動は86万枚。2作連続の初動ミリオンも夢じゃなく、 K-POP ガールズグループの歴代ランキングを見るとブラックピンクに続く5位にランクインしています。天下のブラックピンクの背中が見えている G アイドル、すごすぎる。 G アイドルも K-POP ファンダムの期待に応えるべく、メンバーと事務所の本気がヤバすぎた。カムバックの準備中、メンバーは人気バラエティ番組ノウイングブロスに出演し、アルバム制作についてソヨンがとある事実を明かし、ファンだけではなくメンバーにまで衝撃を与えました。リーダーのソヨンがカムバックの準備中であることを明かすと、ソヨンはカムバックのアルバムにかけた費用を公開。その金額とは驚異の11億ウォン、日本円にするとなんと約1億2000万円。この金額には隣にいたアギもこの表情。ファンもソヨンが明かしたアルバムに費やした費用が11億ウォンという事実に驚愕し、しかし同時にグループが社内でどれだけのことを成し遂げたかを考えると、グループにふさわしい予算だと称賛しました。そんな約1億2000万円もの予算をかけて作成した2のタイトル曲「スーパーレディ」はさすがのゴージャスさ、キラッキラの MV でしたね。特に印象的だったのはダルメシアンに囲まれたウギのクルエラ風スタイリング。やっぱ美しかっこよすぎて適切な言葉が見つからん。やっぱり好きすぎる。クモ、ケビ、毒持ってそうなミンにももうミンニになら噛まれたい。アリスに出てくる城の女王みたいな主婦アがテーブルの上で暴れちゃうのも好きすぎ。メタリックソヨンさん。ソヨンはこの強烈というワードがぴったりな感じがたまらんのです。ミヨンの絶対姫感。もうミヨンに世界を捧げたい。ちなみにミヨンの Vlog にストレイキッズのスンビンが映り込んでしまった事件がめっちゃ可愛いので、詳しくはこちらでご覧ください。タイトル曲の「スーパーレディ」はこの世界すべてのスーパーレディに伝える曲で、それぞれが持つ美しさと強さに対し果敢に歌う。そのどんな苦難と逆境がぶつかっても一緒に力を合わせて前進しようというメッセージを込めているそうです。
今回も G アイドルらしい強い女性像が魅力的で、早く音楽番組のパフォーマンスが見たすぎます。音楽番組出演といえば気になるのがウギとミンニの体調不良。27日所属事務所キューブエンターテインメントはミンニとウギが26日急に発熱の症状及び片頭痛を訴えるなどコンディションの悪化で病院に行った。医療人の診断に従いカムバック前の無理なスケジュール履行を考慮し、全ての日程を中断し十分な休息と治療に集中しているとカムバックのスケジュールを全て中断することを発表しました。ショーケース開催もキャンセルされ、ラジオなどの活動はウギやミンニを除いて行われていました。しかし幸いにもカムバックステージは完全体で見ることができそうです。事務所はミンニとウギが M カウントダウンを皮切りとした今週の音楽番組に出演すると発表。ミンニとウギ自身がファンたちに完全体ステージを見せたいという意志が強く、音楽番組への出演を決定したとファンに知らせました。嬉しいよ。でも本当に体調優先してね。ウギとミンニの体調不良によるスケジュールキャンセルの前には22日に先行リリースされたワイフの歌詞があまりにも露骨で戦場的だと騒動になっていました。KBS が24日公開した歌謡審議の結果によると、ワイフは歌詞があまりにも戦場的に描写されているという理由で放送不適格判断を受けました。問題の歌詞は、上にチェリーも取って食べて、学んだらもうあなたも一度乗ってみて、慎重にキスして果敢に食べてしまって、どうなのか味の表現も聞かせて。ワイフの他にも収録曲のローリーについても特定商品のブランドに言及しているとして放送不適格判定を下しています。これによりワイフとローリーはミュージックバンクのチャートからランキング外となり、ラジオ番組を含めて KBS で放送不可となります。これにより事務所は歌詞の修正を検討していましたが、25日ワイフはセカンドフルアルバム収録曲の一つであり、今回の音楽番組活動舞台とは関係のない曲だとし、タイトル曲のスーパーレディで今回のカムバック活動に専念する予定と方針を明らかにしました。続いて公開されたタイトル曲スーパーレディのミュージックビデオは21の I am the best をオマージュしたのではという反応が。所属事務所はこれを否定。久々の G アイドルのカムバックですが、続く騒動にヒヤヒヤしてしまいますね。でもウギとミンニも元気になって戻ってきてくれるということなので、 G アイドルのカムバックを楽しんで盛り上げていきたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。